今回は一枚板や剥ぎ合わせた板の反りやねじれを防ぐためについて3種類についてトリマーを使用した加工方法を紹介していきます。本種端ばめ継ぎは横木に溝を掘り板材の小口にサネ加工をし両者を接合した継ぎ手になります。サネの寸法は長さ幅ともに板厚の1/3の1が目安となります。加工には横溝ビットを使用しますが、刃幅が板厚の1/3の1以下のもの、切削幅はベアリング交換等をして板厚の1/3の1程度になるようにしておきます。はじめに横木の加工から行います。ベースとビット間が板厚の1/3の1の寸法になるように調整します。横溝ビットはビットが大きく切削時ベアリングの位置が把握しづらくなっています。そのため切削始めと終わりにベアリングを正確に材料へ当てづらく角を切削しすぎたり残してしまうことが起こりがちです。そのため横木は完成寸法より少し長めにしておきます。トリマーベースの接地面を広くし安定した加工をするため横木と同厚の材を添え木として固定しておきます。1回切削したら材を裏返し再度切削します。そのように切削することで横木の中央の正確な位置に溝を切削することができます。次に板材にサネを加工していきますが、横木の場合と同様に角の切削のしすぎや残りを防止するため板材前後に当て木を固定しておきます。少しずつビットを出しながら何回かに分け切削していきます。片側を切削したら板材を裏返し反対側も同様に切削します。サネが完成幅に近づいてきたら実際に横木をあてがいはまり具合を確認しビットの出を微調整します。本種端ばめ継ぎの完成です。ありがた端ばめ継ぎは横木にありがたの溝を掘り板材の小口にありがたのサネを加工し両者を接合した継ぎ手になります。
はじめに横木の加工から行いますが、使用するアリ溝ビットはその形状から徐々に深く切削することができません。アリ溝ビットは1回で完成形を切削するとビットに負担がかかりすぎ、材の割れや欠けにつながります。そのため、ストレートビットである程度切削し、仕上げにアリ溝ビットで切削します。ストレートガイドを装着し、ビットのセンターとストレートガイド間の寸法が横木と中央に来るようにセットします。1回切削したら材を反転させ、溝が横木の正確な中央の位置になるように切削します。ストレートガイドの設定は変えず、アリ溝ビットに交換します。アリ溝ビットを完成な深さになるようにセットします。1回切削したら材を反転させ、アリ溝が横木の正確な中央になるように切削します。次に板材の小口にアリ型のサネを加工しますが、トリマーシューを使用します。アリ溝ビットの設定で寸法は変えずにトリマーシューを取り付けます。トリマーシューのフェンスを下げてアリ溝ビットを少し出します。トリマーシューとトリマーベースを板材に押し当てて切削していきます。片面が切削できたら板材を裏返し同様に切削します。徐々にビットの出を多くしていきます。アリ型のサネの完成に近づいてきたら、実際に横木をあてがい、はまり具合を確認し、ビットの出具合を調整します。
ありがた端ばめ継ぎの完成です。ありがた水付き残継ぎは、板の裏側にありがたの溝を切削し、ありがたの残木をはめ込む方法です。板の収縮に対応できるように、接合面に接着剤はつけません。板裏側のありがたの溝から加工していきます。ストリマーの直線ガイドを板裏側に設置します。ありがた端ばめ継ぎの横木加工の時と同様に、ストレートビットでアリ溝内部をある程度切削しておきます。アリ溝ビットに交換したら、完成の深さになるようビットの出をセットします。次に3木の加工をしますが、アリ溝ビットの設定は変えずに、ストレートガイドを装着します。ストレートガイドのフェンスをアリ溝ビットに干渉しないよう下部へ移動します。フェンスから出ているビット分が切削幅となります。少しずつフェンスを下げ、徐々に切削幅を広げる加工を何回か繰り返していきます。片側を切削したら材を反転し、同様に切削します。ありがたの完成に近づいてきたら、実際に3木を当て替え、はまり具合を確認し、ストレートガイドを微調整します。ありがた吸い付き残継ぎの完成です。